まこなこです。今回は戦国無双の評価レビューをやっていきたいと思います。前提条件としてはプレイ時間は約20時間、信長のストーリーをクリア、また剣上演武など他のモードもプレイやってます。遊んだのはプレステ4版をプレステ5でプレイ、また過去にプレイした無双シリーズに関しては戦国無双に関しては1作目と2作目、これはもうほとんど記憶に残ってないぐらいの昔の話です。また新三国無双に関してはだいたい3分の2ぐらいプレイやってます。他原作ありの無双ゲームも複数プレイ、特に戦国無双は直前の作品やってませんので、それとの比較とかのいう話は全くせず、単にこのゲームがゲームとしてどうなのかを取り上げてきます。任天堂スイッチ版とプレステ4版の比較というものも別の動画にて詳細に取り上げてますので、もしそれが興味ある方はそちらもご覧ください。ゲームモードは織田信長と明智光秀の2人を中心とした物語が進むストーリーモード的な無双演武と、キャラクターの育成をしやすくなるための剣上演武があります。ストーリーモードに関しては信長と光秀だけではなく他の武将にスポットを当てた戦いも用意されているので、様々なキャラクターを用いて遊ぶことができます。また同じステージをストーリーとしてではなく好きなキャラクターを用いて単に遊ぶという、そういう遊び方もできますので、好みのステージで気軽にキャラクターの育成をやったりミッションを全て楽しんだりということも可能です。剣上演武ではこちらも好きなキャラクターを選んで遊ぶことができて、比較的短時間で条件達成を満たすようなそのような戦い方もすることになるため、短時間で遊べるという気軽さもこちらにはあります。またそこで得られたアイテムを用いることによって施設のレベルというものを上げていき、それによってキャラクターをより強化できる。もちろんその強化したものはストーリーモードでも共用で用いることができますので、育成の楽しみがこちら側では特にできるようになってます。ストーリーを楽しみたいだけであれば難易度を下げて遊べば他のこともせずとも楽しむことができると思いますので、単純にストーリー楽しみたい方は難易度下げてストーリーモードのみを遊ぶ、そうでない方は剣上演武などを用いてまたキャラクターのアップグレードを狙っていく、そうした育成要素の堪能することもできる部分もありますので、そのあたり遊びの幅が広がる要素が様々あるとなってます。キャラクターの育成に関しては武器の強さ、武器につける技能玉の着脱、そしてそのレベル、またキャラクターそのもののスキルツリーみたいなもの、スキルを選んでいくというものもありますので、それらの複数の育成を楽しむことができます。単に敵と戦って能力を上げるだけでなく、他のキャラクターで得たポイントを用いて強くすることもできますので、一通り育てるのも気軽にできます。キャラクターの数が多いので、この気軽さというのも重要な点だと思ってます。この手のゲームはキャラクター間の会話シーンが無駄に長く、ゲームを遊びたいという人からするとテンポの悪いゲームになってしまいがちですが、戦闘前の会話などは比較的短めで許容範囲に感じます。手短に要点を絞った会話になっていると言えるでしょう。戦闘中にも会話シーンなどがありますが、キャラクターを動かしながら聞くこともできるため、他のことをしながらであればそこまで長く感じません。ただ自分のキャラクターを強くしすぎた場合には敵を倒すスピードが速すぎてイベントが間に合わないということがありますので、この辺りはもう仕方がないのかなと。無双シリーズ特有の簡単な操作で敵を倒していく気軽さと爽快感は十分にあります。特にグラフィック面で綺麗になったこともあり、より迫力を味わうことができます。もちろんボタン操作にもいろいろな操作があるため、覚えていけば状況に応じて対応できますが、そこまで深く考えなくても特定の攻撃や新たに追加された戦技を用いることで、これも簡単に敵を倒していくことが可能です。神速というチャージ攻撃の1回目の攻撃は手早く移動もできるため、敵への間合いを詰める際に無駄な時間をかけることなく戦いを繰り広げることができます。そうした要素も相まってゲーム全体のテンポの良さが出ており、気軽に爽快な戦いを行うことができるようになっています。もっとも自分のキャラクターの能力が低い場合は敵を倒すのに苦労しますので、難易度を上げるなどすればより戦いが難しくなる。戦闘の際の演出が鮮やかな色合いを用いていることもあり、華やかな印象を受けます。また要所に
火を用いた戦場も用意されているため、普段とは異なったイメージも出てきます。細かいところを見ると襖絵などしっかりと描かれており、ゲーム中で受ける印象が魅力的なものとなっています。自らではプレイしていないため過去作との比較はできませんが、7年前のプレステ3時代に発売された戦国無双4からプレステ4を基準として作られた今作であるということから考えても、見た目の進化も感じ取れると思われます。ここでは問題点も述べていきたいと思います。ゲーム中に気になった問題点を述べていきます。全体的な楽しみの方が上ですが、改善等がされればよりいい感じになるのではと思った要素です。建物がある角の方に行くと上の方からの視点になり、なおかつ自分のキャラが表示されないような状況になることが多々あります。強引にカメラアングルを変えるなどして平面上に見られるようにカメラが勝手に移動できないものかと思いますが、どうでしょうか。必殺技にあたる無双奥義ですが、敵が攻撃を受けるたびに上の方に上がってしまうので、最終的には敵が画面上に捉えられていない、もう上の方に行き過ぎて見えないという状況がしょっちゅう発生します。せっかくの技が当たっているかどうかもわからないのはなんですので、必要以上に敵が打ち上がらないような、そのような仕組みになっていればと思いますが、いかがでしょうか。またパートナーとの連携の際にもちゃんと共に同じターゲットに攻撃が向かえばと思います。見た目はかっこいいんですが、攻撃が全くあさっての方に外れてしまったりとか、結果として微妙になることが多々あります。このほか馬での奥義でも敵の武将が上の方に打ち上がって見失いやすくなってますので、この倒しきってるのが分かりにくくなる。この辺りの特に武将の必要以上の打ち上がりをなんとか抑えるような、そんな仕組みがあればと思います。武器に関してですが、同じような武器が大量に集まるだけで収集の面白みがないというのが残念な点です。最終的には技能玉に集約されるため、ならば最初から武器は固定で、技能玉の収集と武器の攻撃力アップをする何か別の仕組みを導入するぐらいにとどめておいた方が良かったのではないかと思います。今の仕組みですと誰が何を装備しているのか分かりにくくなるため、武将の数が増えれば増えるほど煩雑さが増してしまいます。多少の理解は示すものの、 PC 版の発売が同時発売ではない。これはもうそろそろこういった区分けはやめるべきではないかと思います。 PC 版のユーザーが待たされるというのが本当に良いことなのか、当然待ってる間ネタバレ等にさらされる可能性もありますので、最初 PC 版は1ヶ月後発売というのを見て買うのをやめようと思い、購入リストから実際外したという経緯もあります。その後プレステ5を買ってやればいいかとなったので、無事プレステ4版をプレステ5で遊ぶということを私はやりましたが、多少この PC 版が後になるという事情はわかるものの、もうこうしたものは今の時代にそぐわないんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。先にも述べたように買うのをやめようかと思ったこともありましたが、結果としては買ってよかったかなと思います。あまり他のゲームと比較してもどうかと思いますが、同じようなシリーズの新三国無双8では移動などのゲームに白熱してない時間が長すぎて、途中でもうプレイするのはいいかとなりましたが、戦国無双5はいろいろな要素をしっかりと攻略していきたいと思っています。直近の過去作をプレイしていないのでなんですが、過去作より操作可能なキャラクターが減ったという話もあります。ですが無駄に数だけ増えていっても意味がなく、ゲームとして面白いかどうか、これが一番重要な点です。今回は人数を絞ってしっかりと作っていったと考えるのであれば、逆に減らしたことを評価したいと思います。要素だけ増やしてゲーム内容がダメになるゲームというのは世の中に大量にありますので、ちゃんと要点を抑えたものになっているという点では逆に減らした方が良いこともあります。キャラクター性やストーリー内容については好みが人それぞれあるでしょうが、全体的に不快になるキャラクターがいなかったのも素晴らしい点だと思います。大抵はいかにもなキャラクターが入っていて大きく評判を落とす要因にもなったりするので、そういったものがないのも今回のキャラクター作りもうまくいっているのではないかと思います。
音楽も一つの曲を曲調を変えていい感じに主軸となる曲を作り出し、記憶に残りやすくなっていますので、曲そのものも良さもそうですが、ゲームとしてテーマとなる曲が存在するという点でも素晴らしいものがあります。直近無双シリーズに触れてなかった人は久しぶりに触れてみるにはいい無双だと思います。ぜひとも興味があれば自らで遊んでみてください。もし今回のレビューが参考になったという方は高評価をしてお帰りいただけたら幸いです。また戦国無双5および信長の野望など様々なゲーム実況は動画上げてますので、興味ありましたらそれらもご覧ください。また何かありましたらコメント等にお書きいただけたら幸いです。ではでは。道を明けしてくれる。地獄で食いよ。失せるがいい。